の124日目、5ヶ月目、1日目のドラム練習です。実は昨日筋トレ動画を徹夜で編集してまして、今日9時からアップロードであと2時間後ぐらいなんですけども、ちょっと睡眠不足で体調あんま良くないっていうのも、言い訳としてあります。ドラムチャレンジセカンド始まって以来、初めてドラム練習を忘れそうになりました。危なかったです。6時15分ぐらいにドラム練習してないって気づいたんですよね。これはじっくり取り組みたいやつだな。今日は練習をする前にですね、ハードオフで譜面台を買ってきました。なんと650円で売ってたんですよ。髪が伸びすぎてもうほんともうあれですよね。はい。5ヶ月目終わりまで残り2週間ないんで、集中してやって、なんとか100ページ到達したいと思います。
153日目、5ヶ月目最終日のドラム練習となります。はい、というわけで5ヶ月目のドラム練習が終わりました。まだ半年いってないんだな。なんか随分もう長くやってるような気がしますはい、というわけで5ヶ月目を終えた感想を最後に話しておこうと思います。いつもやってるこのドラム練習パッドフレーズレシピを5ヶ月目で合計3周したんですけども、パッド練習を2周でドラム全体の練習メニューを1周した状態ですね。で、3周してみて改めて教則本ってやればやるほど伸びるなと思いました。能力を伸ばすために作られているものなはずなので、やればやるほど伸びるのは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、改めてそう思ったって感じですね。で、こういう本を練習するのって、なんか曲を叩くのとはまたちょっと別物な感覚だなと思ってて、いかにうまく楽しめるかがやっぱポイントになってくるなと思いながらやってました。で、僕の場合、その楽しく感じれない時っていうのが、全然できないのに焦ってうまくやろうとして形にならないっていう時が結構あんまり面白く感じない時なんですよね。で、それよりもうフリーテンポとか、もうテンポ30ぐらいまで落としてでもいいんで、もうほんと確実に形にして、そこからゆっくりテンポ上げて、成長を感じていく時が楽しく感じるなと思います。で、僕と同じように楽しく感じれない時がある方って結構いるはずなので、そういう時は焦らず確実にできるとこからもう一回やり直すっていうのがいいんじゃないかなと思いましたね。はい。で、6ヶ月目はこのフレーズレシピ4週目に入るんですけども、今まで自宅ではハイハットと、バスペダルとパッド1個で練習してたんですけども、新たにタム代わりのパッドを1つ増やそうと思います。今日の6時ぐらいに届く予定ですね。スタジオに入った時にパッド1個で練習してると移動が結構難しかったっていうのがあって、より移動をスムーズにできるようにするために1個だけでも増やせば多分相当レベル上がるはずなのでやっていこうかなと思ってます。で、パッドだけの練習の時も2週目行った時はかなり上達を感じたんで、多分ドラム全体の練習メニューも2週目でかなり上達を感じるんじゃないかなと思ってまして、すごい楽しみにしてます。というわけで6ヶ月目もまた毎日コツコツ頑張っていきますのでよろしくお願いします。